皆さんこんにちは、タサン島です。今日はミントソースを作りたいと思います。それでは始めます。はい、まず一番最初にすることはミートソース、野菜と、お肉とトマトで作るんですけど、野菜の準備からしていきます。でこの野菜をじっくり炒めて甘さを出してあげると、トマトを入れた時の酸味が和らぐので、あと厚みも出るので、ここは一番最初にやろうかなと思います。野菜なんですけども、今日は玉ねぎが1個、にんにく1かけですけどちょっと大きいので2かけぐらい、そして、人参1本、セロリが今日冷蔵庫に眠っていたやつが半分あったので半分使います。今日はお肉1キロぐらい用意してるんですけども、この野菜とお肉の割合っていうのはもう本当に好みです。お野菜がいっぱい入っててさらっとした感じに仕上げても美味しい、軽くて美味しいですし、逆に野菜がすごく少なくて肉々しいミートソースも好みで美味しいと思います。私もどっちでも作ることあるし、私自身も毎回決まった量を使ってるわけじゃなくて、今日は玉ねぎだけで作っちゃおうとか、玉ねぎを多めにしたりとか、そういうのはもう好みで、冷蔵庫に入っているものとかその日の気分とか、あとお肉肉々しいのが食べたいから、お肉をいっぱいにしようとか、そういう感じで決めています。なのでちょっと、参考にしてもらって、あとはもう作ってみて自分で、どのくらいの割合にしようかなっていうのは決めるといいと思います。で今日入ってないんですけど、きのこ入れたりとか他のいろんなピーマン入れたりとか、そういういろんな野菜とかも取り入れてやってみると好きなようにできるかなと思います。では準備していきたいと思います。鍋に、油をひいておきます。オリーブオイルでもいいし、普通のサラダ油でもいいです。大さじ1杯ぐらいあれば十分だと思います。今日はこの野菜をミキサーで細かくしたいと思っているので、もしフードプロセッサー持ってない人は、手で切ってください。で手で切る場合何からやったらいいかっていうのは、まずやっぱり旨味の強い甘みの強い玉ねぎから順番に切りながら鍋に入れながら弱火で火をつけて炒めながら次の野菜を切っていくって感じにしてください。そして、今日はもうフードプロセッサー使っちゃうので、野菜を順番に切りながら回していきます。で今日はミキサーに入れるのでザクザクっと切ります。2センチ幅ぐらいに今切ってますけど、適当に切ってください。ニンニクは、もう最初から細かくしておきます。ニンニクはフードプロセッサーで回すにはちょっと回りきらないというか、他の野菜と同じぐらいの大きさになってしまうと結構大きすぎるので、ニンニクはもうみじん切りにしておきます。ニンニクのみじん切りなんですけども、私は小さいナイフを使っているのでこのくらいのサイズ感というかになるんですが、大きい包丁で使う時も、この刃元を使って切ります。今日はちょっとペティを使うんですけども、ペティの時も刃元を使って端から順番に、これはちょっともう刃が小さくなってきてるので、完全にこのニンニクがちょっと大きすぎるので、本当は下までこうグッと入った方がいいですね。これちょっとここでストップしちゃうので下はつながってる状態なんですけども、こうやって切るのもいいんですけど、こう刃先を使ってやるとブレやすいし、ちょっと怖さもあると思うので、ちっちゃいもの切るときは刃元を使った方がいいかなと思います。でここちょっとだけつながってる状態です。そしたら玉ねぎと一緒なんですけど、向きを変えて玉ねぎと同じで少し斜めに入れながら、何箇所か、これニンニクはちょっと大きいので今123 4箇所ぐらい入れましたけど、そしたらあとはスライスしていくだけですね。
ある程度のとこまでいくと今こう倒れちゃって切りづらくなっちゃうので、そしたらこっちの方はもう一回スライスして、向きを変えてあげて最後まで切ります。そうすると、割と細かい今日ちょっとつながってましたけど細かい、みじん切りになります。でにんにくとか玉ねぎとか刺激の強いものはあんまりこういう風に叩いてしまうとやっぱりその刺激臭というかそういうのがすごい出てきて結構臭くなっちゃったりとか強く出ちゃったり味が強く出ちゃったりするので、なるべく丁寧に切って叩かずに細かくできる方が本当は美味しいのかなというふうに思います。じゃあにんにくの方は鍋に入れたいと思います。人参ですね。人参は人参はちょっと玉ねぎより硬いので少し小さめの玉ねぎより少し小さめの角切りみたいな感じで、ザクザク切って。人参はこのくらいの感じで、セロリですけど葉っぱの部分は、出汁が出るのでハーブ的な感じで使います。嫌いじゃなければ、嫌いな人はもう、セロリ買ってないと思うのでもともとセロリ嫌いでしたら入れなくても大丈夫です。で、ちょっとやっぱりセロリ筋があるのでこの筋はピーラーで取っておきます。別に気にならなければ入れてしまってもいいので、どうせみじん切りにするしっていう考え方もあると思うし、ただ筋があってフードプロセッサーで回りにくかったりもするので、その辺は自分の判断で。セロリも同じくらいですね。玉ねぎと同じくらいで大丈夫だと思います。はい、じゃあセロリ入れます。でこの葉っぱなんですけども、これはひとまとめにして何も他になければこれだけで。でもし例えばローリエの葉っぱとか、あと冷蔵庫をちょっと一度確認して、私今日は何があるかな、冷蔵庫に今ネギの上の方が半分残っていたので、この青いところを使わなければ、自分が使わなければこういうのもちょっと探して、あとはセロリの、尻尾、茎だったりとか、なんかちょっと干からびたハーブみたいな、そうだ、こういう感じで撮影で使わなくて、そのまま使わなくてちょっと黄色くなっちゃったイタリアンパセリがあるんですけど、こういうのとか私も結構なんかこう撮影が続くとこういうのが使い切れなかったりするので、こういうのをこういう煮込みの時に探してひとまとめにして紐でくくります。取れてるちゃんと。はい、こんな感じでいいです。でこれひとまとめにしといた方が後でこう取り出しやすいので、紐が持ってない人はそのままお茶の袋とかそういうのでも大丈夫です。はい、ではこの野菜を
回したいと思うんですが、このミキサーにかける時にガーッと一気に回しちゃうとすごくムラになっちゃうので、ガッ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 と切るように回していきます。途中で一回やっぱり縁についたものを落とします。で一旦このどうせ周りをこそぎ落とした時にやっぱりムラになってる、溜まっちゃう場所ってあるので、一回ちょっと大雑把にこうざっくり、混ぜておくといいと思います。はい、こんな感じですかね。大きさも好みでいいと思うんですけど、あんまり細かいとちょっと水っぽくなっちゃうし、大きすぎると炒める時間がすごく長くなっちゃうので、普通にみじん切りにするぐらいの大きさがいいかなと思います。そしたら鍋に入れていきます。はい、では火をつけて強火にします。音がするまでは強火でいいです。一つまみの塩をします。この塩の脱水作用で水分が出るので焦げにくくなるのと、水分が抜けてうまみが凝縮します。はい、今ジューッという音が聞こえてきたので火を弱めて、弱火、完全な弱火じゃないですけど、音がするくらいのシューッという小さい音がするくらいの弱火でじっくり炒めていきます。はい、では、今炒めつつ、これを炒めながらお肉の炒めていきたいと思います。で、いろんなやり方があって、この野菜がじっくりこう炒まって水分が抜けて柔らかくなって旨味も凝縮したら、ここにお肉を入れる、そのままその鍋でお肉を入れて、作るパターンと、今日はちょっと一手間かけてお肉は別にフライパンで炒めて旨味を出してからこの炒まった野菜の中に入れていくという方法で作ります。それどっちを選ぶかは私も、その作る時どのくらい時間があるかとかそういうことで決めたりとか、気分ですね。面倒くさいなと思うとそのまま入れちゃうし、今日人来るから美味しく作りたいなと思うと別々で作ったりとか、そんな感じでいいと思います。なので今日はちょっと焼く方法でやってみたいと思います。フライパンにオリーブオイルでもサラダ油でもいいので引いておきます。大さじ、1杯ぐらいあれば。そしてお肉の方なんですけども、今日は、約1キロですね。1キロ弱なんですけども、その辺の200グラムとかそういう誤差はもう全然気にしなくていいと思います。フライパン火をつけて熱しておきます。このひき肉は熱い状態で、フライパンが温まったところに一気に入れていきます。その間に、お肉に塩コショウをします。じゃあここにだいたい 1% ぐらいの塩の量ですね。だから今日は約1キロっていうことなんで 10g ということは小さじ2杯分ぐらいの塩っていう感じです。だいたいでいいので、割としっかりめに塩しておきます。ひき肉なので片面に全部ひっくり返さないで片面にどっちでもいいんですけど両面にしたって、どうせ後から混ぜちゃうので今日は片面だけにします。で塩コショウしながらフライパン鍋の音はちゃんと聞いておいて、水分があるかな、パチパチ言ってきたら焦げてきてるんじゃないかなとか、そういうのを考えながらやるといいと思います。たまに混ぜてください。はい、フライパンはしっかり手をかざしてしっかり
熱って感じじゃないですけど、熱がこう感じるぐらいまで温まっています。そしたらここに、先ほどのひき肉をほぐさず塊のまま入れていきます。で、火は今マックスの強火になっています。このままいじらず、中はいじらず、たまにフライパンの向きを変えて、でこの時に何を見てるかというと、この泡の出方だったりとか、煙の状態とか、そういうものでフライパンの中の状態を知ることができるので、今ここだけ泡がグツグツいっていて、こっちが全然出てないので、ということはやっぱりこっちが火があまり当たってないという感じですね。そういうのを見てます。あとは煙がもくもくと出ている状態だと、やっぱり火が強いか、お肉の量に対してフライパンが大きすぎたりとか、そういうちょっとやっぱり温度が高くなりすぎているということも考えられます。で、香ばしいいい匂いがしてくると、その焼き色がついたという判断の一つの判断基準になるのと、あとはやっぱり目で見て、どっかこの端っこが分かりやすいと思うんですけど、茶色い色がついてくると、やっぱりこの周りのお肉の端っこに茶色い色がついてくるので、それらを確認して自分でそろそろかなって思ったらちょっとひっくり返して焼けているかどうかを確認します。それまではいじらなくても大丈夫です。今ちょっと匂い的にはお肉の香ばしい匂いがしてきている状態です。今こういうところがですね、ちょっと茶色になってきてるの分かりますか？はい、こんな感じで茶色色確認したら、ヘラでちょっとひっくり返して様子を見ます。はい、でこんな色がついてるので、これをちゃんと確認してからひっくり返します。ひっくり返す時もなるべく大きめに取って、ハンバーグをひっくり返すみたいな感じでひっくり返してあげます。はい、反対の面も同じように、まだ混ぜないです。同じように、焼きます。でこっちの野菜は今こんな感じで、いい感じで火が入ってきていて、少し水分がにじみ出ていて、玉ねぎなんかは透き通っていて、でもほとんど鍋の底に水分は出ていないので、水分もいい感じで抜けているという感じですね。お肉の方はずっと今強火で、ひっくり返した後も焼いてるんですけど、もしかしたらその鍋の大きさだったり火の加減によってはすごい煙が出ちゃう時もあると思うので、煙がもくもく出てたら火を少し弱めて、でもこうジューッという勢いの良い焼けている音が聞こえるぐらいの強火で焼いていきます。では、反対の面が焼けたかどうかちょっと確認してみたいと思います。これ焼き色ついてるので OK です。で今この中は全然まだ生の状態なんですけど、この両面の、表面だけを焼くことで、やっぱりお肉って焼くと旨味が出るのでおいしくなります。でも中はふっくらとまだ火も入ってないですし、蒸されたような感じになっているので柔らかい状態です。なのでこのあんまり全部をガチガチに焼きすぎちゃうと、ミートソース後で煮込むんですけど、結構ガシッとした食感が残っちゃうので、半分は焼けてて半分は焼けてない状態にするっていうのが目的です。で今両面ハンバーグのように両面を焼き色をつけたので、今度は、油を
まあ好きだったら好きかどのくらい入れるかはここでちょっと判断してもらって、この油がお肉によってもだいぶ変わるんですけど、今ちょっとこのくらい出てます。これはお肉の種類、油がどのくらいそのお肉に混ざっているかとか、まあ、和牛なのかとか海外のお肉なのかとか、まあ、いろんな感じで全然ここで出るお肉の油の量って違うので、この油はうまみとして捉えてもいいし、やっぱりソースだから油分がないといけないんですけど、この油をどういうふうに使うかで、もし入れたくない人、もうあっさり食べたいという人はここで吸い取ります。今日の量はそんなに出てない方だと思うので、別に私入れちゃってもいいかなとは思うんですけど、吸い取る場合はフライパンを斜めにして、で、ここにキッチンペーパーを入れて吸い込ませるような感じで、はい、まあ、全部は拭き取らず軽く拭き取ったっていう感じですね。であんまりゴシゴシここでペーパーを動かしちゃうとうまみまで引っ張ってきちゃうので、溜まった分だけを吸い取るって感じにします。で油をちょっと入れたいなって人は入れてもいいし、入れたくない人はお肉がほぐれる前に取っておくと取りやすいので、混ざってしまうと取りにくいので。でここで、お肉の方を鍋に移します。野菜は結構いい感じで柔らかく火が入っている状態で、ここに焼けたお肉を入れます。はい、もしここで赤ワインを入れたい人、ちょっと大人な感じの仕上がりにしたい方は、このフライパン一度熱して、温度下がってるので一度熱します。熱して温まった状態のところに赤ワインを入れます。だいたいまあ量は自由ですけど 100cc から 200cc ぐらいを入れるんですが、赤ワインって結構その赤ワインっぽい香りとかがずっと煮込んでも残っちゃうので、入れたら赤ワインを使う方はここのフライパンの中でギュッと煮詰めて凝縮しておくと美味しいと思います。で今日は入れないのでお水を入れて 100cc ぐらい入れます。でこのうまみを、浮き上がらせます。で今ジューという音がしたと思うんですけど、今もうちょっと音してほしかったんですけど、このジューという音でうまみが浮き上がるので、それを利用するためにフライパンを熱しておきました。でしっかり箸とかヘラでこそげ落として、このうまみを鍋の中に入れます。そしたら、トマト缶ですね、2缶入れます。今日はカット缶を入れますけども、カット缶とホール缶あると思うんですけど、ホール缶でもいいし、あと、トマトピューレとかそういうものでもいいです。で違いはカット缶の方がちょっと便利ですね。切ってあるので後からいじらなくていいので、私はよくカット缶使うんですけど、カット缶の方が入れるだけ。ただちょっとやっぱり果肉が少し硬くて残るような感じがします。でホール缶はより柔らかく煮上がってるんですけど、芯っていうかヘタのところが割と硬いので、そこを潰したり、あとホールなのでちょっと手とかナイフとか何でもいい、木べらでもいいんですけど入れちゃってほぐす必要があるというのがホール缶ですね。だから自分が使いやすいものとかどういうふうに仕上げたいかっていうもので、決めたらいいと思います。今日は2缶使います。もちろんフレッシュのトマトでもいいんですけど、フレッシュのトマト割と水っぽいのですごくたくさん入れないといけないかなと思います。2缶入れちゃいますね。もう火をつけちゃいます。はい、でここについた、トマトの缶についたこのソースがまだ残っているので、これは洗います。だいたいこの、内容量 400g のものが多いんですけど、この、水もだいたいこれで測ると 400cc ぐらいいるので、200cc 半分ぐらい 200cc ぐらいお水あれば入れて洗うですね。
でしっかり洗って、はい、今 200cc ぐらいのお水が入りました。で今鍋の中こういう感じなんですけども、しっかりほぐします。今火ついて強火でついています。でお肉がまだ固まっている状態なのでほぐしながら、で今お肉と水分の加減を見ているところです。しっかり混ざった状態で、今から結構長い間煮込んでいくんですけど、水分の量を、はい、沸いてきたのでちょっとポコポコ言うぐらいの弱火にして、で最後今ゴムベラだったり箸だったりこの木べらを入れるためにこれをずっと洗わずに取っておいたんですけど、この中にもやっぱり少し野菜残っているので、最後のお水の調整でこれを使ってきれいにしておく。そういうなんかこう道具についた食材とかうまみとかそういうものはなるべく使った方が美味しくなるし、あと洗い物も楽になるし、こういう道具を置く場所としても使えたりとかするので、洗う前にちょっと待ってこれは使えるんじゃないかなみたいな感じの考えるっていうのも一ついいのかなと思いました。じゃあ水分の量もうちょっと、ここであんまり水分少ないとひたひたぐらいは欲しいので、ほぐしてみてひたひたぐらいの、水分量があるところまでお水は入れてしまってください。一度沸かして、やっぱりお肉が入ってるのでアクが出てきます。なのでこのアクを、引いてからコンソメを入れると。コンソメとかハーブある人はハーブ、さっき作ったやつ入れたいと思うんですけど、でなんでアクを引いてからそういうコンソメとかハーブを入れるかっていうと、やっぱりアクが引きづらくなっちゃうことと、あとアクと一緒にせっかく入れたコンソメをなんか取っちゃったとか、私は固形使ってますけど顆粒のものを使ってらっしゃる方とか、いろんなタイプのものがあると思うので、アクは引いてからコンソメとかハーブは入れるっていう風に癖づけるといいかなと思います。はい、じゃあアクをあんまり出てこないですけど引っ張って、はい、そしたらアクを取ったら、さっき作っておいたハーブとコンソメを、1個とか2個でもあっていいと思うんですけども、今日は1個にしておきますね。もうコンソメはやっぱりない方は入れなくてもいいですし、あるとやっぱりちょっとベースのうまみがこう行き渡るので、より美味しくなるかなと思います。で今このポコポコ沸いてる状態なんですけど、蓋をして、はい、で蓋をしてしばらくして状態を確認します。蓋をしたすぐっていうのはあまり分かりにくいので、蓋をして火を調整してちゃんと安定するまで見てあげて、ポコポコ言っている状態、はい、で、蓋が透明じゃない人もいると思うんですけど、それは音を聞く、もしくは開けたすぐ瞬間の状態を見るとこの鍋の中の状態が分かるので、そういう風にしてポコポコ言ってるくらいの火加減で、時間がある人は1時間煮込みます。で時間がない人は30分ぐらいで仕上げてしまってもいいと思いますので、自分の持ってる時間で決めてください。柔らかく仕上げたいって人は1時間頑張って煮込んでください。こんな感じで、
少し蓋が実は間違った蓋をしていてここ空気が抜けていたので、私結構煮詰まってしまいました。ただ、鍋によってはしっかりした鍋、空気が抜けない鍋の場合はもう少しもしかしたら水分があると思います。でこれはちょっとした火加減の仕方だったりとか加減の違いとか、あとその使ってる道具の違いでここの仕上がりの水分の量は多分皆さんバラバラなんじゃないかなと思います。でこの時に味見をしてもらってどのくらいのソース感が欲しいか、ちょっと今日肉々しく仕上げてますけど、もうちょっと例えば水分があった方がいいなって思えばその状態でストップしてもらってもいいし、もうちょっと煮詰めたいなっていう人はこの1時間煮た後に蓋を取って煮詰めるっていう作業をしてください。でトマト缶の量なんですもう、もう一缶増やしたければ増やしてもいいし、逆にもうちょっと肉っぽい方が好きっていう方は減らしてもいいしっていう感じなので、仕上がって何に使うかっていうことにもよったりするので、その辺は最後に煮込んで終わりじゃなくて、煮込んだ後に再度調整をする、味見をして調整をするっていうことをします。で今回はというかうちの、家族がまだ子供が小さかったりするのでミートソースに少し甘みを加えたいので、ここでケチャップを入れます。はい、でここで、好みの味になるまで、ケチャップの種類によっても違うと思うし好みの感じが違うと思うので、必要だったらケチャップを入れて味を調整します。はい、で最終的に塩分の量とか塩が足りなければ塩もして、胡椒とか、そういう甘みだったりそういうのは最終的に味を見て調整してください。ちょっと塩して、はい、で、今日ちょっとこれ保存容器に入れるんですけど、このまま食べる時はこのまま温めて、保存する場合は最終的に味を決めてしっかりボコボコ沸騰させてから保存容器に入れてください。保存容器に移していきます。保存の仕方なんですけども、これちょっと今日多めに作ってて、1キロのお肉で作ってるので、パスタで食べるとしたら8から10人分ぐらいあります。結構な量があります。なので、保存する場合は、落としラップをしてしっかり食材に、しっかり落として空気が入らないようにこういうふうに落としラップをして、この状態で粗熱を取って、粗熱が取れたら蓋をして冷蔵庫もしくは冷凍庫に入れます。冷蔵だとそうですね、4、5日ぐらいで食べた方がいいかなと思いますけど、その冷蔵庫の開け閉めの状態とか保存に関してはすごくみんな環境が違うので何とも言えないんですけど、早めに食べた方がやっぱりよくて、もう本当にもうすぐ食べないなと思ったら私もすぐ冷凍しちゃうので冷凍庫に入れとけば1ヶ月近く持つと思うので大丈夫冷凍して、例えば小分けにして冷凍してもいいですし、そういう感じで使ってください。今日はミートソースを作りました。ちょっと時間がかかるんですけども、時間がある時はこういうような作り方をしています。でもし時間ない時は本当に煮る時間を単純に減らしたりとか、お肉を炒める手間を省いたりとかして、私もその自分が持ってる時間に合わせて作ったりしてるので、気軽にちょっと時間ある時こういう感じで作ってみてください。で、仕上がりの甘さ加減だったりとか、あとトマト缶を何個
使うかとかも本当に好みがあると思うのでいろいろ試して好きな味を見つけてみるといいと思います。はい、それではさようなら。